おはようございます。冒頭、私から2点ございます。まず1点目が、令和7年版厚生労働白書についてでございます。今日の閣議で、令和7年版厚生労働白書を報告いたしました。今年の白書では、次世代の主役となる若者の皆さんへ、変化する社会における社会保障、労働施策の役割を知ると題して、社会保障や労働施策の役割と方向性、若者の意識、それらを知る意義、社会保障教育や労働法教育の取り組みを紹介しております。厚生労働省としては今後とも国民の皆さん、特に若者の皆さんに社会保障や労働施策を身近に感じていただき、必要な制度を円滑に利用いただけるように取り組んでまいりたいと思います。もう一点でございます。第6次薬物乱用防止5カ年戦略フォローアップについてでございます。本日、私が議長を務める薬物乱用対策推進会議で、第6次薬物乱用防止5カ年計画のフォローアップを取りまとめましたのでご報告いたします。令和6年の薬物情勢は、大麻事犯の検挙人員が6342名であり、過去最多であった前年に比べ減少したものの、引き続き覚醒剤事犯の検挙人員を上回る結果となりました。また、コカイン事犯や危険ドラッグ事犯も前年に比べ急増をしております。特に大麻事犯の検挙人員の7割以上は30歳未満の若年層であり、我が国は引き続き若年者大麻乱用期の渦中にあると認識をしております。このため、従来からの取り組みに加えまして、大麻の不正使用等への規制・罰則を強化した令和6年12月の大麻取締法等改正法の施行も踏まえまして、大麻の乱用拡大を阻止すべく、引き続き関係省庁と連携の上、予防啓発や取り組みの強化などの対策を徹底してまいります。また、フェンタニル等の乱用をはじめ、国際社会が直面している薬物問題にも対応するために、国外の関係機関とも緊密に連携し、政府一丸となった総合的な薬物対策を推進してまいります。冒頭、私から以上です。